はい、こんにちは、天尾進藤です。今回ですね、具体的な何かのベースの練習法じゃなくて、ベースを効率よく練習する方法をちょっと紹介しようと思います。で、これどういうことかっていうと、練習の本質って、できないことをできるようにすることじゃないですか。もしくは、ある程度できることをもっとうまくできるようにすることじゃないですか。で、それをやるには、フレーズであったり、覚えたい曲を何度か繰り返して練習して、脳に新しい回路を作ってできなかったことをできるようにするということじゃないですか。なんか脳科学とかでもそうらしいですよね。その何度も繰り返して新しい回路を作るっていうのが練習することだ。で、それには課題を明確にして毎日取り組めばいいわけじゃないですか。もうこれだけですよね、結局は。で、これは僕もできてなかったし、僕教えたりもしてるんですけど、僕の生徒の方でも結構自分のやるべき課題が見えてないというか、今回はですね、その課題を明確にして毎日取り組む方法ですね、これを説明していこうと思います。では行ってみましょう。はい。で、1つ目なんですけども、1つ目がですね、課題を見つけて何でも書き出すって感じなんですけど、これは練習してて、これリズム悪いなとか、例えばこのベースライン弾きたいなとか、この曲弾きたいなってあったら、もうすぐに書いておく。この曲を弾けるようにするとか、このベースラインを上手に弾けるようにするとか、そういうのを書いておくってことですね。で、それを書くことによって、明確になるじゃないですか、目標が。だから目移りしないし、その取り組む課題が明確になる。で、ブレずに練習できるってことですね。で、それも書くのも手書きでもいいんですけど、僕はワンノートっていうアプリあるんですけど、メモアプリなんですけど、これとかに書いて、課題全部書いておきますね。で、これ編集しやすいんで、例えば結構毎日いろいろ書いてると、例えばスケールの練習とか、2-5とかいろいろあると思うんですけど、書いてるうちにどんどんなんか毎日練習がこうした方がいいなとか、これあんまりこの練習は意味ないなとか結構思いついてくるんですよ。そしたらどんどん更新して、より良い練習方法を自分で思いついてくるんで、そうやった方がいいですね。実際課題をですね、どういうふうに見つけるかっていう話なんですけど、結構、それ先生がいたら先生に言われたことをそのままメモっておけばそれ課題になるんで、それでいいんですけど、もし時間がないとかで、先生がいないとかの方はですね、自分の録音を聞くっていうのが一番いいですね。自分の録音、やっぱりベース弾いてるってことは音楽好きなわけで、どういう音楽がいい音楽とかなんか自分でもあるわけじゃないですか。だからその好きなベーシストとか好きな音楽を理想としたら、で考えて、自分の録音を聞くとその差が歴然に分かるわけですよ。だからそういうところから考えて、これはなんかもっとリズムめちゃくちゃ悪いなとか思ったらリズム練習に取り組むべきじゃないですか。だからそういうことですね。だからとりあえず課題を見つけて全部書くことですね。書き出すことが超大事です。で、次、実際の取り組み方なんですけど、いろいろ課題を書いたとしてどう取り組むのかっていう話なんですけど、これは僕は毎日練習前にですね、毎日練習前に課題を全部手書きで書きますね。で、これで書くのがいいのかっていうと、本当課題が明確になって取捨選択ができるというか、やっぱりみんな時間どのぐらいあるのか分かんないですけど、8時間練習できるってなかなかいないじゃないですか。だからその1時間とか2時間とか限られた時間でこの練習ができるっていうのが明確になるんで、それを書いちゃいますね。で、この書くのがもうめちゃくちゃ大切ですね。それに書くのに5分もかかんないと思うんですけど、もうその3分ぐらいで書けたとしても、これやることによって後々の本当30分ぐらい、30分とか50分、1時間とかわかんないですけど、ものすごい時間が集中できるんで短縮されます。だからもうとりあえず書くことが大事だと。それとあと3つのポイントがあって、これまず1つ目がタイマーを使うですね。1つの課題に対してタイマーを使ってこの課題は何分っていう風に決めます。例えば授業だったら50分じゃないですか。僕だったらあんま集中力そんなに結構難しいやつだと集中力結構切れちゃうんで、10分単位でやったりするんですけど、10分やってちょっと休んでみたいな。
結構楽しいグルーブ用みたいな課題だったら、楽しいからやっちゃうんですけど、僕10分ぐらいだったら結構10分ちょっと集中して休んでみたいな10分タイムでやってます。で2つ目が進歩状況を書くってことですね。取り組んでることの進歩状況。例えば何かの曲やってたら今テンポ何で弾けてるとか、これ何がいいのかっていうと、実際良くなってるのか良くなってないのかって分かんないじゃないですか。でも書いとけば1週間前だったらそれ60だったのがもう今回100でできてるとか、そしたらもう自分の自信にもつながるし、モチベーション向上になるじゃないですか。だからそういうので進歩状況を書くってことですね。で満足感を得るってことですね。で3つ目がさっき課題を見つけるのもやったんですけど、録音するですね。結構自分の弾いてる時って自分のベース聴けてるようで聴けてなかったりするんで、録音するの超大切ですね。結構最初の方はトラウマレベルになる可能性はあるんですけど、自分のベースがひどすぎて、これはでも誰でも経験したことがある経験だと思うんで、これも早めにやった方がいいというか、本当録音めっちゃ大切ですね。はい、ということで、今回効率的な練習の取り組み方を紹介しました。とりあえずですね、課題を明確にして書き出してそれに取り組む、それだけなんですよ。だからそれにはちゃんと書いて、毎日書いて、タイマーを使って進歩状況も書いて、もうそういうふうに管理して楽しく練習するってことですね。ということで、この動画が役に立ちましたらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。